山田康太選手、横浜 FC へ移籍。実に不可解であったこの移籍の真実が意外なところから明らかになりました。この動画では24年年末から順番に何が起こっていたのかを時系列順に某ガンバサポーターの心情を加えてお伝えしていきます。24年年末のいわゆるシーズンオフ、ガンバ大阪のサポーターたちの心情は穏やかなものであった。どちらかといえば選手の流出の情報の方が多かったのだが、ある程度覚悟はできていたという移籍が大半を占めていた。惜しまれたのは山見大人選手、福田雄也選手が揃ってヴェルディへの移籍が発表になった時くらいだろうか。選手の獲得はジェフ千葉より佐々木翔吾選手、そして神村学園高校から縄田岳選手、復帰組として南野と小山選手がいたが、昨シーズンのウェルトン選手、一昨シーズンのジェバリ・ネタラビ選手のような衝撃的な移籍情報はなく、どこか物足りなさを感じていた。だが心境的にはまだ落ち着いていた状態であったと言えるだろう。状況が変わったのは年明けから。坂本勇選手、KVC ウェステルローへ期限付き移籍。奥貫寛治選手、FC ニュルンベルクより完全移籍加入。ダワン選手、北京国安速球クラブへ完全移籍。松田陸選手、ヴィッセル神戸へ完全移籍。昨シーズン復帰1年目で10ゴールを決め、これからガンバのエースとしての期待を受けていた坂本選手、そして中盤の広範囲をカバーしつつ得点力もあるダワン選手の移籍。手薄となっていた右サイドバックの松田選手の不可解な契約満了、そして移籍と奥貫選手の加入は喜ばしいものの、特に替えの利かない坂本、ダワン両選手の流出に一ガンバサポとして苛立ちを隠せないでいた。そして特に加入の話はないままシーズン突入。さらに開幕戦の大阪ダービーでは記録的な敗戦。そりゃそうである。替えの利かない選手が抜けた上に代わりの補強はその時点では特になし。さらに開幕戦でのスタメンクラスの欠場者の多さである。ウェルトン選手負傷、林選手年末に再手術長期離脱中、ファン・アラーノ選手負傷、三浦選手昨シーズンの負傷により長期離脱中、山田康太選手負傷ベンチ入りせずと、これだけの選手がベンチにすらいない。試合結果も合わせてクラブへの批判不満が SNS 等にあふれかえった。そしてその中で疑問に思えたのが山田選手のベンチ外である。開幕戦縄田選手が機能しそうなのは喜ばしいのだが、昨シーズン活躍した山田康太がベンチにもいないのはどういう理由なのか。2月に行われたクラブの有料公式会員限定のインタビューには彼の記事もあったはずである。開幕戦の前日練習にも普通に参加している姿が見える。翌日の練習試合には出場していたことから負傷以外の理由で欠場していることが推測された。困惑するサポーターたちを尻目に状況は淡々と進んでゆく。山田康太選手のインスタ削除、 X のアカウント削除、オンラインショップシークレットウイニングガンバキーホルダー販売中止のお知らせ、グッズからの名前の削除、ホームスタジアムパナスタゲート1、2の壁面から見える写真が何のお知らせもなく消える。第2節福岡戦もベンチ外。この辺りで噂疑惑は確信へと変わっていく。山田康太は何かやらかしたのではないか。そしてそれを公表しないクラブ側へと批判は殺到していく。そして
クラブ側も観念したかのように、福岡戦終了後、結構遅い時間だったと思うがごめんなさいうろ覚え。ファン、サポーターの皆様、関係者の皆様へ。というタイトルのクラブリリースが、ファン、サポーターの皆様、関係者の皆様へ、いつもガンバ大阪を応援いただき誠にありがとうございます。K クラブ所属の山田浩太選手につきまして、不適切な SNS の使用による他者への迷惑行為があったことが認められました。山田選手には厳重注意をし、協議を重ねた結果、双方合意の下で当面の間チームを離脱することとなりました。ガンバ大阪はサッカーを通じて社会に夢と感動を提供し、地域社会に貢献することを使命としています。そのために選手、スタッフ一同が高い倫理観を持ち、クラブの規律を遵守することが不可欠です。ファン、サポーターの皆様、パートナー企業の皆様、地域の皆様をはじめ、クラブを支えてくださるすべての方々に多大なるご心配をおかけしましたこと心よりお詫び申し上げます。これにより内容の詳細はわからないが、山田浩太選手が SNS で何かやらかしたということが事実であるということが明らかになった。またある程度事情を理解してからこの文を読むと、クラブとしてこの時点で出せる情報を最大限出しつつ、かつ行間にクラブの怒りのようなものが垣間見えると思うのは私だけだろうか。選手、スタッフ一同が高い倫理観を持ち、クラブの規律を遵守することが不可欠ですの一文とその前後の文の流れを見ると、やらかした出来事に対してのクラブのかみしめた歯ぎしりのような音が聞こえてくるかのようなリリースである。ネットや SNS では、選手層が薄いって言ってるのに何をやらかしてんねんという怒りの中にも、まだ何をやらかしたのか知らんが、きちっと反省してまた戻っておいでという慈愛の精神にあふれた意見も垣間見られていた。まだこの時までは2025年3月3日、山田浩太選手、横浜 FC へ完全移籍のお知らせ。この度山田浩太選手が横浜 FC へ完全移籍することが決定しましたのでお知らせいたします。サポーターのクラブへの不信感はさらに膨れ上がった。補強は進まない、怪我人は帰ってこない三田選手の獲得はポジティブな驚きとなったが、それとこれとは話が別である。数万円のお金を出してグッズやユニを購入している者たちからしたらとても納得のいく話ではない。公式は現在ガンバ大阪オンラインショップにて山田浩太選手のユニフォームをご予約中のお客様に限り、ご希望のお客様は背番号の変更またはご注文のキャンセルの受付をさせていただきますとの対応をリリースしたが、クラブからはそれ以上何も情報が出ることはなかった。クラブからは、彼とはプレーできない山田浩太のガンバ大阪追放はチームメイトの妻へ不適切メール。某週刊誌サイトに記載されたガンバサポにとって衝撃的な見出し。内容は、山田選手がレギュラークラスのチームメイト2人の妻に対し思わず目を背けたくなるようなかなりひどい内容のダイレクトメッセージを送信していたということだそうだ。この行為によりチームワークは瓦解。これ以上チームに置いておくことはできないが、移籍金を支払い、かつ契約の残っている選手なので、クラブとしては移籍先を探したということなのだろう。正直個人的にはこれで合点がいったと思える部分もある。宇佐美、鈴木、半田、黒川などクラブの中核をなす選手ほどなぜか昨シーズンのようなクオリティが見られない。昨年のスタメン
鈴木選手は2戦目にしてスタメンを外れているし、宇佐美選手もどうも動きが鈍い。他の選手にしてもどこか覇気のようなものが薄れているような感じはしていたのだ。チーム内でこのような胸くそ悪い事件が、しかもチームメイトによって起こされたのだ。その心境は遺憾ばかりか。チームをまとめる側の選手ほどあらぬ自責の念に駆られてしまっているのかもしれない。問題はこの行為自体は特に犯罪ではないという点だ。過去にグラドルとかに DM を送って晒されてしまった人たちもいる。バイエルンのあの人とか、実はサッカーに限らずスポーツ界にはこのような下半身絡みのスキャンダルは国内外問わずたまにある。厳密に言うと当事者同士で片をつける事案であり、外部の人間が深く踏み込むこともためらわれる内容である。この報道に対しクラブ側は、一部のメディアにおいて当クラブに所属していた選手に関して報道がなされておりますが、事実と異なる報道がなされたことは遺憾です。本件については事案把握後速やかに対応をし公表をしております。プライバシー及び二次被害防止の観点から本件について先般のリリース以外の公表はございませんと回答。発覚後から迅速に J リーグにも連絡し、第三者も入れて調査したそうなので、何が事実と異なる内容なのかについては正直どうでもいいと思っている。我々にできることは心に傷を負ったかもしれない選手たちを励まし支えることくらいだろう。引き取ってくれた横浜 FC にはむしろ感謝したいくらいであるし、 J1 残留に向けて手段は選んではいられないという強い意志を感じる。選手、クラブ、サポーターの胸の内に深く刺さったトゲのようなものを残しながら、それでもシーズンは進んでいく。個人的には一区切りついたと無理やり納得でもして進んでいくしかないのであろう。ネットの反応。とうとう出たね。これが真実なら山田の罪はいろんな意味で重い。水谷社長は湘南パンツ事件の時の湘南の社長だからな。経験者がいてよかった。いや、経験が全然生きてない対応やろ。キックオフイベント延長したのはこれが原因か。週刊誌の情報を鵜呑みにするのも良くないけど、山田にはほんとがっかりやな。山田のユニフォーム買った人は本格的にかわいそう。我慢して着ようと言ってたやつももう恥ずかしくて着れんやろ。山田に損害賠償請求した方がええやろ。キャンプ中に宇佐美と中谷が異例ともいえるフロント批判してたのは気になってた。さっさと山田を追放しろという意味だったんだな。とにかく今はベルトンが無事に戻ってきてくれることを願うわ。こんなので移籍なったら悲しすぎる。キャンプ前から事態が起こってたのも怖い。この数ヶ月選手たちはどんな気持ちやったんや。本当にな。元気がないのは明らかだったしな。この状態でよくに称してるわ。このチーム称賛に値するレベル。横浜 FC 大丈夫なのか。前稲葉がトラブルを起こして退団契約していた訳ありばかり獲得してるイメージ。奥が開幕戦で不思議な守備をしてたのもこれが原因やったんやね。問題児を追い出さないクラブへの意思表示、青黒を背負う覚悟を感じる。江川の不自然なクリアの仕方もフロントにクリアにしろっていう意思表示やったんかもしれんな。ヒュメットのビザが遅れているのもこのせい。なわけないやろ。思わず目を背けたくなる内容ということは画像かな。こんなチーム状況でよくに消耗できたな。ボヤトスかわいそう。そらこんな状態ではダービーで5失点する。ドメネクの時のフランス、伊藤報道の時の日本、どんなチームもスキャンダラスな話題は一瞬でチームを瓦解させる。言
言われてみれば開幕戦は全体的に違和感だらけだったな。これ記事が本当なら、ほんまに沖縄キャンプとか空気悪かったやろな、と。一個勝ったと思ったら悪いネタ出て情緒がぐちゃぐちゃになるシーズンや。事実関係を正しく把握するまで安易に動けない案件だし、時間がかかるのは当たり前。フロントは適切に処置している。評価すべき。ウェルトン夫妻がインスタ消したのってユニバ行った画像上げたから怪我してるのに遊ぶなとかアホが DM 送ったとかちゃうの。多分やけどインスタ消した時期もそうやけど山田とリンクしてるとはいまいち思えんのよな。こんな状態かつ中田にもいないのに岡山に負けてからよく立て直して勝てたなと改めて現場で頑張った選手監督を称賛したい。ホームページ、激重で見れん。こんなサバ弱かったっけ。頭下げてるモフレムかわいいな。モフレムがあいつの代わりに謝らんでええやて。ガンバ、山田、被害者の3者の間で詳細については公表しないと決められてるならこれ以上何も出せないやろ。選手の家族のことも考慮したらこれ以上は出せんやろな。どの角度から見ても 100% の正解なんてない案件やからな。クラブは迅速に対応し満田を得た。その事実は変わらないならガンバ大阪の対応を支持する。トルガイ、怪我の2日前のこの日しかない時期に満田獲得、横浜 FC に移籍金もらって厄介払いした2日後にフライでめっちゃ綱渡りで草生える。もしかして強化部有能なのでは。山田浩太は水戸は育ててないです。山田浩太は山形が育てました。マリノスも一番関係ないです。山田浩太はモンテディオ山形が育てましたがこんな悪い子に育てた覚えがありません。柏迫だけどあんなやつだとうちらも知らんかった。お互いになすりつけ合ってて草。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。